はい、金坊主です。ちょっと今日はね、画角違うんですけれども、皆さん、キントーンのバックアップをどうしているかというところで、バックアップ、キントーンのアプリ、削除したらとか、スペース削除したら14日以内は、復旧はできるけれども、その14日過ぎたら復旧できないし、レコード削除したら元には戻らないと。いろんなバックアップ方法があります。クラウド上にバックアップするサービスもありますし、キントーンの標準機能に加わる連携コネクタとかを使って、クラウドストレージに残すってこともできます。ただ、ネット使えなくなったら、そもそもいろいろと使えなくなってしまうよねというようなリスクもある。印刷するであったりとか、定期的にダウンロードするっていう方法もあるかなと思うんですけれども、今回、こちらの株式会社 IO データ機器さんの NAS にキントーンの情報を保存するっていうのをクラフテックスさんが開発しているデータシンカー。そのデータシンカーを使ってキントーンのデータを NAS に保存すると。で、NAS に保存しておいたら、何かあった時、ネット使えない時はもう直接ね、見に行くことができるっていうのができるかなと思うので、ちょっとこちらね、借りることができたので、実際にね、設定して試していこうかなと思います。サイボーズのパートナーでもあるクラフテックスさんが作ってるデータシンカーっていうのがあって、これやとWindows の方に一括でダウンロードできるよと。これめちゃくちゃ便利やなというふうに思ってたんですけれども、キントーンからデータシンカー飛ばして IO データの NAS に飛ばすよと。今目の前にですね、この IO データの NAS が置いております。はい。で、設定もしました。で、まず、キントーンの方の設定なんですけれども、アプリを作りました。データシンカー側のアプリがあるんですね。クラフテックス株式会社さんの方がゲストスペースを作ってくれます。で、そのゲストスペースの方で設定をします。でこちらですね。エクスポートする先なんで、NAS の出力先の設定であったりとか、キントーン側のアプリ ID であったり API トークン。CSV だけじゃなくて添付ファイルもいけます。で、コメントも OK と。で、この3つを出力することが可能です。普通の NAS じゃなくて、IO データさんのこの NAS は Windows の OS が搭載されているというところなので、これが Windows の OS の画面。で、これともう一個が、これですね。これはリモートデスクトップを使って、僕は Mac 使ってるんですけど、Mac からリモートデスクトップ機能を使って、中の NAS をね、操作しております。基本的な、バックアップ方法は、NAS の中にこのデータシンカーの情報を入れて、で、ダブルクリックでデータシンカーを起動するんですけれども、Windows なので、タスクスケジューラーを使って、何時に起動してよと。だけど、毎日3時32分に、この NAS の、このデータシンカー起動してねというふうにしているので、この辺3時33分ぐらいにずっと起動してて、今ちょっとね別の動画撮ってたので9時45分とかもありますけれども、毎日出力できているというような形になっております。では実際にね、どんな感じで出力できるかっていうのを見ていこうかなと思いますので、1個レコードを追加しましょう。私の写真と、コメントもいけるので、金坊主だよと書き込んでおきましょう。はい、これ3点セットですね。本来であれば定期実行するんですけれども、今10時、設定は3時32分なので、今回はちょっと手動実行します。はい。で、これ手動の実行がしました。今が10時2分ですね。でちょっと待っていただいたら、この辺が全部更新されるかなと思います。画像も、はい、画像ね、保存されてます。で、次にこちら CSV 見に行くと、ちょっとここにはですね、Excel が入ってないので、メモ帳で開きますけれども、金坊主とあります。で、あとは、コメントですね。金坊主だよって打ったかなと思いますが、これですね、ここで、金坊主だよと、金坊主だよと、あるかなと思います。こんな感じでですね、サクッとキントーンの情報が NAS に保存できる。常に使うようなサービスではないと思うんです。NAS に保存して毎日 NAS 見に行くぐらいだったらキントーン見に行けばいいやんと思うんですけれども、やっぱ何かあった時のための NAS っていうのは
ありかなというところと、そもそもが、基幹システム、API とか連携できないような仕組みであったりとか、そういうところに Windows で経由でここに保存することができるっていうのが、元々の目的っていうかメインがあって、でさらにバックアップもできるよという部分。どっかのパソコンに物理的に保存しておくってこともできるんですけれども、次、容量のところであったりとか、そのアクセスの仕方であったりとかってなっていくと、やっぱし NAS が便利なのかなというのがあります。で、料金見てるとですね、その初期設定で10万円。ただ、すでにデータシンカー使ってたら無料やと。で、あとは月1万ですね。年間使用料12万なので、月1万で、出力のアプリの数は5個まで。増やしたかったらまた増やすことはできますが。Kinton のライセンス数はもちろん関係なく無制限で、出力のファイル数も無制限。飛ばすときにですね、重たいデータとかがあれば時間はかかるんですけれども、めちゃくちゃ便利やなと。特にこの災害対策を考えないといけないってなってきたときに、一つ、NAS を購入してですね、NAS もずーっと永久に使えるってわけじゃないので、定期的にこっちはこっちでメンテナンスであったり、買い替えは必要ですけれども、何かあったときに、絶対にこのKintonの中のデータにアクセスしないといけないとか、何かしらKintonの情報で残しておきたい情報とかがあれば、こういうようなものをセットしておくってことも大事なのかな、重要かなというふうに思ったので、ちょっと今回動画撮らせていただきました。概要欄の方にですね、先ほどのプレスリリースであったりとか、クラフテックスさんのこのデータシンカーのページも貼っておきますので、ご興味があればですね、お問い合わせいただければなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la